鶴の湯別館山の宿。こちらが鶴の湯名物山の芋鍋。こちらがね鶴の湯本館と。ブナの原生林に囲まれた一軒の秘湯宿。こちらが今回ご紹介する鶴の湯別館山の宿ですね。乳頭温泉郷といえば日本を代表する秘湯ですけれども、その代表的な鶴の湯という宿があります。でその宿の別館がですね、平成6年にこちらの山の宿ということで建てられました。今正面に見えるのがかやぶき屋根のね、離れのお部屋だと思いますけれども、で本館はこちらの入り口になります。でお部屋は全部で10室、離れが1部屋と一般の客室が9部屋ということになっているということですね。でこちらが入り口になってますけれども、こちらの山の宿の宿泊客は鶴の湯温泉のお風呂に入ることができます。一方で鶴の湯温泉の宿泊客や日帰りのお客さんはこちらの山の宿のお風呂に入ることはできません。おそらくねこちらから離れのお部屋にねつながってはいるんだと思いますけれども、途中までは行けるのでちょっと行ってみたいと思いますが、でおそらくこちらがね離れのお部屋かなと思われますけれども、こちらにはねこんな感じで
木の切り株がたくさん展示されてまして、例えばこんなブナとかですね、おそらくこの周囲の山にある木の種類とかそういったものを展示してあるのかなというふうに思いますね。はい。夕食ですが、6時、6時半、7時ですね。6時にしますか。はい。こちらに温泉もございますが、はい、本館の鶴の湯のお風呂、今日明日とも無料でご利用いただけます。はい、お車で行かれる場合は夜の10時まで、はい、明日6時からご利用いただけます。はい、あとお部屋にタオル、バスタオルございますので、お持ちになってお願いします。持っていくのね。はい。送迎バスも運行しておりますが。はい。お食事。はい。月明かりのいおりの部屋になります。はい。あと温泉はいおりに行く手前、ちょっと左にお湯っていう明かりついてますので、そこ行ってください。はい。一番奥の建物がこちらの温泉でございます。それでちょうど廊下の真ん中あたりに貸し切りの鍵かけております。うち2つに露天風呂1つ、鍵のあるのは空いてるってことですので、その鍵を持ってうちから鍵かけてお入りください。はい。はい、それでは今回泊まります国和入ってみたいと思います。鍵はねこんな感じのねちょっと変わった感じの木の、ホルダーがついた鍵になってます。で玄関こんな感じでね板の間になってますよね。奥に洗面とね内風呂があって、でこっち側すぐ右にまずトイレがねあります。こんな感じで、トイレ通常のねトイレちょっと狭めですけれども、ウォシュレットちゃんとついてます。でこちらは布団が入ってて、ちょっと洗面の方にねと、こちらが洗面と内風呂ということになってますね。で内風呂はねこんな感じの普通のユニットバスになってまして、こちらはね温泉が出ないもう本当のお風呂という感じですかね。シャンプーね、熊笹ボディーソープ、熊笹シャンプーとかね熊笹ボディーソープっていうちょっと変わった感じの名前のシャンプーになってますよね。双葉科学っていうところのねシャンプーみたいですけれども、でこちらに洗面がありまして、シンクと
本当にシンプルな感じのね洗面ということになってますね。でドライヤーがあって、あとこちらにねコップとそれから冷蔵庫がね一応ありますね。冷蔵庫中身はね何も入ってないんですけれども、一応こちらはねコロナウイルス対策ということで冷蔵庫の中身を入れてないということになってますね。さてそれではお部屋に入ってみたいと思います。でお部屋はこんな感じになってますね。基本的にはね8畳の一間と広縁という感じのお部屋になってますね。でちょっと奥の方までね行ってみますね。で山の中なのでやっぱり景色はねあまりいいとは言えなくて、こんな感じで向かい側は食堂とか、あとは温泉ですね、貸切風呂とかそういうのがある方のエリアになってまして、こちらの渡り廊下をね渡ってこっちのお部屋の方まで来たという感じになってますね。でここ網戸があって、これ結構実は重要でして、今ちょうど夏なんですけれども、ここの宿はですねエアコンがないんですね。ですので今日はたまたま雨が降っててね比較的涼しいんですけれども、真夏の暑い時期だと結構大変かもしれません。ソファーとテーブルとチェアがありますよね。でこれちょっと面白いんですけども、掘りごたつになってるんですよね、ここがね。であとはこちらに姿見がありますね。でお部屋はこんな感じになってますね。純和風という感じのねお部屋にはなってますけれども、テーブルと座椅子がセットされていて、でお茶菓子はねこちらの鶴まんっていうまんじゅうですかね。それからこちらがお茶のセットということになってます。ポットもねこちらにありますね。こちらのパンフレットですね、ちょっと見てみますけども、と温泉案内図ということになってますね。で貸し切り風呂がね基本的にはこちらの山の宿は全てのお風呂がね貸し切り風呂ということになってまして、特に予約がなくても空いていれば使うことができるということになってます。源泉自体はね1種類みたいなんですけれども、貸し切り風呂3カ所あるということでとても楽しみにしています。こちらは後でじっくりご紹介したいと思いますので、それから Wi-Fi がね使えるんですよね。で結構でスピードもね58ありますので、十分なスピードあるのかなと。この山の中でね Wi-Fi が使えるだけでもありがたいかなと思います。ちなみに au の電波はほとんど厳しい感じですかね。つながりスマホによってはつながらない可能性もありますので、 au の方はちょっと気をつけた方がいいかもしれません。こちらには扇風機ですね。これはエアコンがないということもありますので、扇風機を置いてあるということですかね。でこちらはねクローゼットになってますけども、基本的には荷物を置くようなスペースになってまして、金庫がありますけれども、それだけって感じですかね。あとは浴衣ですね。浴衣はこちらにあって、で歯ブラシも置いてます。歯ブラシとタオルと浴衣があって、こちらの山の宿のね宿泊客は鶴の湯に入りに行けるんですけれども、その時にはこちらの、山の宿の、タオルをですね持って行ってくださいというふうに言われましたね。ということで、鶴の湯別館山の宿でしたけれども、いかがでしたでしょうか。今から貸し切り風呂入りに行ってみたいと思います。上こうやって見るとねガラスがこんな感じで、上にガラスがあって、その上が見えるんですよね。ちょっと面白いですよねこれね。こちらが離れの温泉がある塔ということになりますね。貸し切り風呂の塔はもう全体こう綺麗になってるんです。廊下も綺麗だし、壁も綺麗だし、でここでガ
ってる今そうだね、東が使ってて、こっちの西と湯の台露天風呂が空いてる。露天行ってみる。露天行こうか。貸し切り露天。閉鎖先達の湯は湯量調整のため閉鎖させていただいております。ああ、ここ水がね、水が飲めるんだね。こんな感じで、外は古いんだけど中は新しいのかな、あるいは外も新しいんだけどこんな感じの雰囲気にしてるのかもしれないけど、こちらが湯の台ですね。それでね、かなり狭いスペースで、ほとんど着替えがやっとできるかどうかっていうぐらいのねスペースしかないんですけども、ちょっとお風呂見てみますね。どうでしょうか、素晴らしいですよね。こちらが露天風呂湯の台というお風呂ですね。で、奥がねもう完全に森になってて、で上がねこんな感じで完全に屋根も何もありませんから、もう本当露天風呂というよりは野天風呂というか、そんな感じの雰囲気ですよね。で、見て分かる通りお湯の色は乳白色になってて、ほんのりとね硫黄の匂いがしてきます。で、この辺のね岩に関しては比較的こう綺麗な感じですよね。もちろん作ったものではあるのですけれども、比較的最近作ったような感じのね綺麗な感じの岩になってます。で、この辺ねかなり白くなってるのは、これは湯の花ですよね。非常に雰囲気のいい感じのお風呂ですね。はい、それでは入ってみたいと思います。ちょっとね下が見えないので、ちょっとゆっくりとね。意外とというかかなり深いですねこれね。足全体ぐらい、それぐらい入るような深さあります。ただね、この辺りにこの辺にねちょっと座れそうな感じの石がありますので、そこに座るのがいいのかなという感じですかね。で、源泉がこちらから出てるようですけれども、もちろんね源泉 100% かけ流しで、こちらのお湯はね、鶴の湯本館の白湯と言われるね、混浴露天風呂と同じお湯を直接引いてるということで、そちらのね、お湯が来てるということになります。で、もうほんとね雰囲気は最高ですね。もう外がねこんな感じで完全に上も露天になってて、今ねちょっと弱めですけれども雨が降ってるんですが、それもねこの露天風呂であればいいのかなという感じですかね。お湯の温度はね若干熱めの感じがします。それでもねずっと入るというよりはね、この雰囲気をまずは楽しんで、しばらく入浴をするという感じのお風呂でしょうかね。これだけの乳白色の硫黄泉に貸し切りで入れるというのは、もう温泉好きにとってはたまらないのかなという感じがします。で、周りを見てみてもねこんな感じで洗い場はないんですよね。ですので、こちらのお風呂は少し入って雰囲気を楽しむと、そんな感じのお風呂でしょうかね。特に今日は雨が降ってますんで、あまり長く入るのはね難しいかなという感じではありますけれども、すごいもう完全にね、人だね、野天風呂だね完全にね。
人ぐらい入ると、まあいいかな。これもライトが入っていいんじゃない？ライト、上のライトが入ってなかった。ではこちらの貸切風呂東側行ってみたいと思います。隣がね露天風呂になってて、でこちらが東の湯ということになってますね。じゃあ開けてみます。こちらはですね、この着替えのスペースがね比較的広くなってますよね。一応ねしっかりした洗面、周りに何もアメニティとかね、シャンプーとか洗剤なんかは全くないんですけれども、一応しっかりした洗面もありますよね。でお風呂ですけれども、でお風呂はこんな感じです。いかがでしょうか。大きさ的にはね、やはり2人ぐらいでしょうかね。大人1人と子供2人とか大人2人とか、それぐらいの大きさで、お湯の色もね乳白色ではありますが、それほど濃くない感じでしょうかね。で周りにはね結構湯の花の沈殿した、ちょっと白っぽい黄色っぽいのがねくっついてますけれども、でやっぱりねこの景色、内湯といいますか露天にはなってないんですけれども、この景色なかなかいいですよね。で実はねこれ少し下を見ると、その辺に渓流が流れてます。千達川っていう川ですね。それが流れてますね。ですので、なかなかね内湯とはいえまあまあの景色のねお風呂かなというふうに思いますね。でこちらにはね、洗い場がちゃんとあります。露天風呂にはね洗い場なかったんですが、こちらにはしっかりとね洗い場があって、でこちら人を熊笹、シャンプー、リンス、ボディーソープというふうに揃ってますね。全体はこんな感じになります。さてそれでは入ってみたいと思います。これはいいお風呂ですね。若干厚めではありますが、やっぱりね源泉をかけ流しといいますか、基本的にこちらの山の宿のお湯は、本家といいますかね、鶴の湯本館の白湯と言われる源泉を引いてるお湯で、源泉 100% かけ流しということにはなりますけれども、やはりなかなかね厚めのお風呂にはなってますね。それでもねこのね薄めの乳白色のお湯ですよね。で硫黄の匂いがね硫黄の匂いがして非常にいいお湯になってますね。でやはり何といってもこちらの内湯はね、この大きな窓からね外の景色が見えるということですかね。意外とね上の山も、今日ちょっと曇ってますけれども、上の山もね結構よく見えるんですよね。ですからこれ全体がなんというか一枚の絵のような、そんな感じの雰囲気すらありますよね。でお風呂はこんな感じです。非常に雰囲気のいいお風呂ですね。やはり期待していた通りといいますか、これだけのね雰囲気のいいお風呂に貸し切りで一人で入れるっていうのは本当に素晴らしいと思います。こっち内湯どう？内湯厚め、ちょっと色も薄いよね、こっちの方がね、白い色がね薄い白っぽい色で、でも景色結構いいよね。これ奥行くと渓流が見えるんでしょね。いいお風呂。はい、では今から夕食を食べに行ってきます。
すごいね。素晴らしいね。すごい魚が寄ってる。これは魚は、ね、これ何魚ですか？はい、イワナの塩焼きですね。はい、もう召し上がりますので、塩を取って。食前酒です。冷製の青じそ甘酒でございます。はい。アルコールは入ってませんので、網焼き料理でこちらで焼いて召し上がっていただきます。はい。でまずお肉は八幡平ポーク豚肉でございます。塩コショウで味付けしてますので、このまま網にはしっかり焼きました。で串に刺さってますのは、ホワイトソーセージとあととんぶりしんじょうといいましてはんぺんになります。でソーセージはんぺんは軽く炙って召し上がってください。でその他の野菜とキノコ類はお味がついてませんので、こちらのしょっつるのタレ、これねつけてそれから焼いてください。今回のメインはやっぱり郷土料理鶴の湯名物山の芋鍋ですね。こちらがメインだと思いますので後で出てくると思います。こちらがドリンクメニューですね。人ビールね、すごいかっこいいね。人ビールいただきます。すごいね、このいろりがすごいね。イワナの串焼きもう食べれるんだってこれね。ちょっと塩でね味付けしてんだよねこれね。ふわふわ。面白い。美味しい。こちらのお膳もすごいね。この山菜ね、やっぱりね山らしいですよね。山菜、わらびと水とそれからふきのきんぴらみたいですね。これがわらび、これが水。ちょっと感動するね。シャキシャキ水、ふきのきんぴら。これもね食感がすごく良くて、ごぼうとね人参が入ってて素晴らしいね。これもニジマスの昆布締め、はい、一緒にかけてますのでこのままでお召し上がりください。ニジマスの柚子昆布締め、ちょっとニジマスの刺身は初めてだね。八幡平のポークフィレ、これもねしっかり味付けがされててすごい柔らかいポークでも。トウモロコシ豆腐の枝豆あんかけ、すごいね。こんな感じ。トウモロコシ豆腐、豆腐とは言っても甘い感じのねお菓子みたいな、そんな感じの食感。やっぱこの雰囲気最高だね。素晴らしいねこれね。焼肉みたいな感じだけど炭火にねこうやって焼いて、でお部屋のねこんな感じの古民家風の雰囲気、これも素晴らしいですよね。ちょっとこれはねほんと最高だと思います。素晴らしい。でこちらホワイトソーセージとはんぺん、しょっつるの汁につけて焼いたナスね。やっぱねだしの味が効いててすごく美味しい。これもねしょっつるにつけたしいたけ、薄めのね味なんですけどすごくいいだしですね。山の芋鍋。山の芋鍋。あれですかね。どういうこう中練って、山の芋を皮を剥いて、すり金でこうすって、でそれを手で絞って、熱いスープにこうポンと落としてるおお、すごい美味しそう。汁も入れて
ちらが鶴の湯名物山の芋鍋。これが芋ですね。柔らかいんですけども食感があって美味しいですね。これねちょっとかまぼこみたいな感じのね味なんですけども、それからやっぱりこういうねきのことか山の幸ですよね。スープもね味噌味で薄めの味噌味ですごく美味しい。こちらが自家製の冷やし麺、中華麺だそうです。この感じはちょっとね稲庭うどんっぽいんですけどね、中華麺っていう風に言ってましたけども、自家製の米ぬかアイスクリーム、一小町の米ぬかアイスクリーム。では朝食の時間ですが、朝7時から8時半の間でお好きな時間をお選びいただきます。デザートが秋田小町の米ぬかアイスクリーム。夕食もですね、こんな感じで布団が敷かれてましたね。はい、今回は朝風呂で西側のお風呂に入ってみたいと思います。貸切風呂の西側ですね。こちらが西の湯ということになります。でこっちにはね先達の湯っていうのがあるんですけれども、こちらは今ね閉鎖ということで、入れるのはね西と東とそれから露天風呂の3つということになってます。でこちらがね着替えのスペースですけれども、基本的には昨日のね入った東の湯とほぼ同じような作りになってますね。広さも狭めではありますけれども、洗面がこんな感じであって、で2、3人入れるかなという感じのね、そういう作りになってますね。でお風呂ですけれどもこんな感じになってて、やはりもう開けた瞬間にね結構硫黄の匂いが充満しててすごくいい感じです。でお風呂自体は東の湯とほぼ同じような大きさのねお風呂で、床も木でできていて、そしてこちらに洗い場があるということになってます。シャンプーはね共通の人をくまざさシャンプーというシャンプーになってますね。でやはりねこちらの大きな1枚のガラス、こちらが素晴らしいですよね。で奥に行くとちょっと今曇ってて見えにくいんですが、実はね渓流がしっかり見えます。お風呂に入りながらね渓流はなかなか見えにくいのかなという感じには思いますけれども、なんといってもこのねやはりお湯ですよね。硫黄の匂いがして乳白色のねとってもいい感じのお湯です。で奥には源泉が流れていて、こちらの源泉は鶴の湯の白湯と同じ源泉が 100% で引かれているということになります。はい、それでは入ってみたいと思います。でこんな感じですね。非常にね雰囲気のいいお風呂ですよね。で上を見てもねこんな感じでもう全体が木でできていて、ほんと素晴らしい感じの雰囲気のねお風呂になってます。でお湯はね乳白色で、本当もう足なんか見えないくらいの
濁り具合ですよね。で匂いが硫黄の匂いがして、若干酸性のお湯みたいですけれども、でお風呂に入りながらこんな感じのね、内湯とはいえね、なかなかいい景色ですよね。このお湯に浸かりながらね、こんな感じの景色が見れるっていうのはなかなか満足度高いですよね。山の宿の温泉は、3つあるんですけれども、全て貸し切りになってまして、先ほど入ってくる時にお見せしたような鍵をね、開いていれば鍵がかかってますんで、その鍵を持って空いてるお風呂に入るということになります。でこちらの山の宿のお風呂はね、宿泊者限定で日帰り入浴の方も入れませんし、鶴の湯本館の方もね入ることはできないということになってます。非常にプライベート感の高い、そういう宿になってますね。昨日の夜ですね、鶴の湯本館に行ってきたんですけれども、こちらから約 1.5 キロの距離ではあるんですが、車で行ってきたんですが、途中ですね、舗装がなくなって砂利道といいますか、そういう道になっててですね、ちょっと自分の車で行くのは心配な感じがしましたね。でもなんとか行ってこれたんですけれども、やはり鶴の湯はね、夜の風景、夜のね本陣の明かり、それから奥の方の2号館3号館、その辺りのね明かりが非常にいい雰囲気で、事務所と言われるようなフロントですね、そういったところも見てきました。であとはね、お風呂、いわゆる混浴露天風呂と言われるような鶴の湯の一番メインの大きなお風呂、そちらにも入ってきました。夜だったのでね、ちょっと景色なんかは見れませんでしたけれども、日帰り入浴のお客さんがいない時間ということで、そちらも実はね独占といいますか、広いお風呂を一人で入ってきました。お湯の質は確かにこちらのね山の宿と同じような質だったんですけれども、結構ぬるい感じでですね、長い時間入ってられるような、そんなお風呂でしたね。はい、では今から朝食を食べに行ってきます。こちらが朝食ですね。納豆とふきのきんぴらでしょうかね。あとは温泉卵ですかね。あとサラダですね。で真ん中にはいろりが昨日の夜と同じでね、しっかりと火がついてますね。今来たね。寄せ豆腐でございます。はい。鮎の一夜干しでございます。鮎の一夜干し。皮に焦げ目つきましたら反対にして身の方も焼いて召し上がってください。洋食なんですけども、洋食。この辺はイワナで、里の方に行くと鮎。そうなんですね。あと卵は比内地鶏の生卵で、卵かけご飯でした。もうツヤツヤですごい美味しそう。こちらが寄せ豆腐ですね。鮎の一夜干し、鮎の一夜干し、今炭火で焼いた鮎の一夜干し、これはうまいね。こちらはサラダ、こちらが味噌汁ですね。美味しい。もうなんというか、この露天風呂と森林がね両方楽しめるっていうのはすごいよね。チェックアウトで
そうそう、合計で、53,140円。はい。カードでこちらでお願いします。ですね。はいはいすいませんはいありがとうございますはい。こちらがね、鶴の湯本館ということになりますね。かやぶき屋根のね、下にあるお部屋が本陣と呼ばれるお部屋の中にいろりがあるような特別なお部屋ということになります。こちらのお部屋はなかなかね、予約が取れないっていうのもよく知られてますよね。で、こっちがね、3号館と2号館っていう普通の客室という感じになります。で、こちらが鶴の湯の事務所と書いてますけども、フロントに当たるところですよね。人ビール、こちらがお店になってるんですね。すごい大きなスタンプ。人熊笹シャンプーも売ってますね。鶴の湯ジャージーアイス。こんな感じで川が流れてますけども、そこのね、藪のすぐ奥にはね、鶴の湯で最も有名な混浴露天風呂、非常に大きなお風呂があって、そちらはね、昨日の夜私も入ってはきたんですけれども、乳白色の硫黄泉が本当に素晴らしいお風呂でしたね。で、こちら側にはね、他のお風呂がいくつかあって、こちらも日帰りでも入れるということになってます。